読書は推し活。若き才能たちを育てたジャズ界の学校長アート・ブレイキーです。ブレイキーはスイングからビバップへの革命の現場にドラマーとしてど真ん中で立ち会っていたよね。いよいよジャズメッセンジャーズの誕生です。この頃のメッセンジャーズは音楽的にもメンバー的にもまさに黄金期でした。しかしこの黄金期の後にブレイキーにとって本当に厳しい時代がやってきます。フリーアトリエセイへようこそ、セイです。今回はジャズの偉人を紹介していきます。偉人紹介も第4弾となりました。シャープ1ではジャズの帝王マイルス・デイビス、シャープ2では数多くのスタンダードナンバーを作曲したジャズ界の巨匠デューク・エリントン、シャープ3では完全即興のソロピアノで音楽そのものの本質を追い求めたキース・ジャレットを紹介しました。シャープ4で紹介するのはハードバップを代表するドラマーであり若き才能たちを育てたジャズ界の学校長アート・ブレイキーです。ブレイキーは今まで紹介した3人ともつながりがあります。若い頃には後にエリントン楽団とも交流を持つビリー・エクスタインのビッグバンドでチャーリー・パーカーやディジー・ガレスピーと一緒にビバップ誕生の現場に立ち会い、50年代に入ってからは若き日のマイルス・デイビスともたびたび共演しました。そしてシャープさんで紹介したキース・ジャレットも実はジャズメッセンジャーズ出身なんよね。彼が率いたアート・ブレイキー&ジャズメッセンジャーズはフェイン・ショーター、イー・モーガン、フレディ・ハバード、ミントン・マルサリスなど後にジャズ史を彩るスターたちを次々と輩出した伝説のバンドでした。一発ドカンとくるスネア、うねるシンバル、そしてバンド全体を前へ前へと押し出す推進力。ドラムってこんなにバンドを引っ張れるんだと価値観をひっくり返してくれるドラマーです。そんなアート・ブレイキーの生涯を生い立ちから代表作、そしておすすめのアルバムまで一気に紹介していきます。生い立ち背景。アート・ブレイキーは1919年10月11日、アメリカ・ペンシルベニア州ピッツバーグで生まれました。彼は実の母親が早くに亡くなり、家族ぐるみで仲の良かった知人の家庭で育てられました。育ての親は敬虔なキリスト教徒で、ブレイキーは教会音楽に触れながら育ったそうです。最初は独学でピアノを弾いていたブレイキーでしたが、やがて彼の武器は鍵盤ではなくスティックになります。有名なのはクラブのオーナーに今日からお前はドラマーだと言われてピアノからドラムに強制転向させられたというエピソード。本人の証言も時期によってコロコロ変わるのでどこまで本当かはわかりませんが、少なくとも10代のうちにピアノからドラムへ完全に軸足を移し地元でプロとして活動し始めていたようです。キャリアの始まり。1930年代後半から40年代前半、ブレイキーはすでに仕事としてフルタイムで音楽をやっていました。1942年にはニューヨークへ渡り、翌年にはフレッチャー・フェンダース音楽団にも参加。このスイング時代の大物バンドでアンサンブルとスイング感を徹底的に叩き込まれます。1944年からはビリー・エクスタインのビッグバンドに参加しますが、ここが彼の大きなターニングポイントです。なぜなら、このバンドにはイジー・ガレスピー、チャーリー・パーカー、ハッツ・ナバロ、エクスター・ゴードン、サラ・ボーンなど、後のビバップ界のスターたちが集まっていたからです。つまりブレイキーはスイングからビバップへの革命の現場にドラマーとしてど真ん中で立ち会っていたよね。さらに有名なエピソードとしてツアー中に南部ジョージア州で白人警官から理不尽な暴行を受け頭蓋骨の手術を受けるほどの大怪我を負わされたという話も残っています。この怪我が原因で第二次世界大戦では従軍せず、戦時中はボストンに活動の拠点を移したりしながらミュージシャンとしての道を歩み続けます。アフリカへの旅とブハイナ。1940年代後半、エクスタイン楽団が解散した後、ブレイキーはアフリカに渡ります。アフリカの音楽を学ぶために行ったんだろうとよく言われたそうですが、本当にすることがないから行ったそうです。強いて言えば宗教や哲学を学びたかったのだとか。ナイジェリアやガーナなど西アフリカを2年ほど巡ったブレイキーはポリリズム、複数のリズムが同時に奏でられる音楽や現地の宗教、文化に触れました。この時期にイスラム教に改宗し、アブドゥライブン・ブハイナという名前を名乗ってるんやけど、このブハイナから来たニックネームが後にジャズファンにはおなじみとなるブーです。ただ後年インタビューでジャズはアフリカではなくアメリカの黒人文化の音楽だと語るなど、アフリカとの距離感についてはかなり複雑な気持ちも持っていたようです。それでも彼のドラムにある土臭いグルーヴやアフロ的なニュアンスはこの時期の経験が大きく影響していると思います。動画を見てくださった 95% 以上の方が未登録です。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ビバップの最前線へ。1950年代には
マイルス・デイビス、イジー・ガレスピー、バド・パエル、セロニアス・モンクなどビバップやモダンジャズの最重要人物たちのサイドマンとして活動します。特にモンクとは相性が良く、1947年のモンク最初のリーダー録音から1971年の最後の録音まで長い期間にわたって節目節目で共演しています。この頃のブレイキーのドラムは攻撃的なスイングを基盤にしつつ、ビバップならではの速いテンポ、複雑なハーモニーやフレーズにも対応できる非常に柔軟でダイナミックなスタイルへと進化していきました。ジャズメッセンジャーズ誕生。いよいよジャズメッセンジャーズの誕生です。1947年にはすでにアートブレイキーズメッセンジャーズという名義で自分のバンドを率いて録音していましたが、現在よく知られているジャズメッセンジャーズの形がはっきりしてくるのは、ピアニストのホレス・シルバーと組んだ1950年代半ばです。ジャズメッセンジャーズの結成日は諸説あるんやけど、1954年のライブアルバムアナイト・アット・バードランドをジャズメッセンジャーズの原型とみなす人もいます。この時点ではまだアートブレイキークインテッドという名義でしたが、後のメッセンジャーズにつながるスタイルがはっきり現れています。公式にジャズメッセンジャーズの名前でリリースされたのは、1954年11月と1955年2月に録音された2つのセッションから、当初はホレス・シルバークインテッド名義でしたが、後にまとめてホレス・シルバー&ジャズ・メッセンジャーズとして再リリースされました。その後1956年頃にシルバーが独立したことをきっかけに、ブレイキーがリーダーとしてアートブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズを率いていくことになります。ここから彼の真骨頂が始まります。ジャズの学校、ジャズメッセンジャーズの最大の特徴は、若い才能の育成の場だったことです。このバンドの卒業生をざっと当てるだけでも、トランペットにリー・モーガン、フレディ・ハバード、ビントン・マルサリス、サックスにフェイン・ショータ、ベニー・ゴルソン、ハンク・モブレー、ジャッキー・マクリーン、ピアノにボビー・ティモンズ、シダー・オルトン、チック・コリア、キース・ジャレット、トロンボーンにカーティス・フラー、などなど、現代の私たちが振り返ってみると、信じられんほど豪華な顔ぶれなんよね。ブレイキーはしばしば若い連中と一緒に演奏することで、自分の頭も心もフレッシュでいられると語っていたそうです。つまり、育ててやっているというより、若手と一緒に自分もアップデートされ続けるという考え方。このスタンスがあったからこそ、ジャズメッセンジャーズは約35年間も第一線で活動し続けることができました。モーニー、黄金期。すでに実力派バンドとして知られていたメッセンジャーズが、名実ともにトップクラスの人気を得たのが、1958年録音のアルバム、モーニーです。ここには、イー・モーガンの切れ味のあるトランペット、ペニー・ゴルソンの渋く深いテナー、そしてボビー・ティモンズのゴスペルタッチのピアノが勢揃いしていて、まさにハードバップの決定版みたいな一枚です。タイトル曲、モーニーは、ピアノの呼びかけとホーンの応答がゴスペル的なコール&レスポンスになっていて、そこにブレイキーの強烈なスネアとシンバルのアクセントが重なります。公式ではないので大きな声では言えませんが、モーニーを演奏している動画があったため、概要欄にリンクを貼っておきます。喋っているブレイキーの姿も見ることができますし、演奏している表情などがわかることで、メッセンジャーズがより身近に感じれると思います。この頃のメッセンジャーズは、音楽的にもメンバー的にもまさに黄金期でした。しかし、この黄金期の後に、ブレイキーにとって本当に厳しい時代がやってきます。ジャズメッセンジャーズの衰退。1960年代後半、アメリカの音楽シーンではロックが社会現象になり、ジミ・ヘンドリックスやクリームなど、大音量でエレクトリックな音楽が若者を席巻します。同じ頃、ジャズの世界でもフリージャズやジャズロック、ジャズフュージョンといった実験的で転化されたサウンドが流行しました。けれどブレイキーは、こうした新しい潮流を好まなかったんよね。時代とともに音楽スタイルを進化させていったマイルスとは対照的に、ブレイキーは彼が信じていたブルースやゴスペルを根っこにしたアコースティックなジャズを続けます。だから時代が変わるほどメッセンジャーズは古いと見られ人気も落ちていくんよね。その結果、1966年から1972年の間に残されたメッセンジャーズ名義の公式アルバムはなんとたった1枚。東京でのライブを収録したジャズメッセンジャーズ70だけです。この頃はメンバーを安定させることも難しくて、録音どころかバンドそのものの継続すら危うい時期でした。しかし、ブレイキーは演奏し続けました。彼の中には、ジャズは人を育てることで続いていくという強い信念があったんだと思います。この冬の時代を耐え抜いたことで、後に再び若い才能たちが集まってきます。ウィントン・マルサリスト第2の全盛期。1970年代の終わり頃になると、ニューヨークでは、エレクトリック中心の音楽からもう一度アコースティックジャズへ戻ろうとするアコースティック回帰の流れが生まれてきます。この流れは以前公開した動画、ジャズの歴史にの最後に紹介したジャンル、新伝承派のことですね。ジャズの歴史が知りたいよという方はこちらの動画もご視聴いただけると嬉しいです。
さて話を戻すと、その新伝承派の流れが来るぞというタイミングでブレイキーのもとにまた若い才能が集まり始めます。その象徴がウィントン・マルサリス。まだ18歳だったウィントンがメッセンジャーズへ加入し、その後兄のブランフォードも参加します。後にグラミー賞を総なめにする天才兄弟がまずブレイキーのバンドで本格的に腕を磨いたよね。この頃のメッセンジャーズは演奏の勢いが戻り、ツアーも録音も活発になって、まさに第二の全盛期とも言える状態になります。若手を育てるというブレイキーのスタイルは、時代が変わってもやっぱり最強だったんです。晩年とその後、ブレイキーは1980年代になってもジャズメッセンジャーズを率いて世界中をツアーしていました。年を重ねてからも若いプレイヤーをバンドに迎え入れ続け、ブレイキーのバンドに入るイコールジャズの一流学校に入学するという状態が長年続いていたよね。ブレイキーの最後の公演は1990年7月。その3ヶ月後の10月16日、アート・ブレイキーはこの世を去ります。去年71歳でした。葬儀には歴代メッセンジャーズのメンバーたちが集まり、モーニンやアロング・ケイム・ベティなど、バンドの象徴的なレパートリーを演奏したそうです。メッセンジャーズ最後のバンドメンバーであったサックス奏者のジャポン・ジャクソンは、彼は私に男になる方法を教えてくれた、立ち上がること、そして責任を取ることを教えてくれた、と語っています。単なるバンドリーダーではなく、人生の師匠でもあったんですね。参考文献、アート・ブレイキーについてもっと深く知りたい方には、アラン・ゴールドシャーによるハードバップ大学がおすすめです。歴代メッセンジャーズの証言をもとに、ブレイキーの育てるバンドとしての姿が立体的に描かれていて、飲んでるだけで当時の空気が伝わってくる一冊です。また、ブルーノート公式サイトの生誕100周年を記念した特集、アート・ブレイキー・アット100も必見。代表作の背景や、ブルーノート時代のブレイキーがどんな音楽を作っていたのかがわかりやすくまとまっていて、キャリア全体の流れをつかむのに役立ちます。どちらも概要欄にリンクを貼っておくので、気になった方はチェックしてみてください。聴いてみたい方へ、アート・ブレイキーの音楽を初めて聴く方におすすめのアルバムをいくつか紹介します。数ある名演の中でも、まず触れておきたいのが1954年のライブ版は、ナイト・アット・バードランドです。トランペットのクリフォード・ブラウン、アルトサックスのルードナルドソン、ピアノにホレス・シルバー、ベースにカーリー・ラッセルという超強力メンバーとのクインテッドで録音されたこのライブは、先ほどもお話しした通り、ジャズメッセンジャーズの原型とも言われています。速いテンポのチューンでの爆発的なドラムソロ、テーマに戻るきっかけをドラムが作っていく感じ、観客の歓声も含めて、ジャズのライブってこんなに熱いのかと体で理解できるアルバムです。どれか一曲だけを当てるとしたら、アナ・イトインチ・ニジアでしょうか。アフロキューバンリズムを取り入れたこの曲では、イントロからブレイキー独特の煽るようなドラミングが炸裂します。続いて、ジャズファンなら絶対に外せないアルバムが、1958年録音のモーニンです。もともとアルバムタイトルはアート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズというシンプルなものだったのですが、1曲目のモーニンがあまりにも人気になりすぎて、アルバム自体もモーニンと呼ばれるようになりました。このアルバムはゴスペルっぽいコール&レスポンス、ブルースの香り、モダンなハーモニーとソロが絶妙にブレンドされていて、これぞハードバップと言える一枚です。特にザ・ドラム・サンダー・スイートへはブレイキーのドラムが3つの楽章で大フィーチャーされていて、静かなロールから嵐のようなクレッシェンドまでドラムという楽器がどれだけ語れるかを思い知らされます。他にも簡単にご紹介すると、フリー・フォー・オールはエネルギーが爆発しているような一枚。多くのジャズファンがブレイキー最高傑作候補に挙げるアルバムです。ブハイナズ・デライトはイスラム名ブハイナに由来するタイトルで、レイン・ショーター、フレディ・ハバードらが参加した60年代メッセンジャーズ黄金期の一作。不月という日本への関心の高さが伝わるアート・ブレイキーらしいアルバムもあります。1963年のニューヨークバードランドで収録されたライブアルバムで、不月という江戸時代の怪異小説、不月物語を題材にした曲や、本座銀座という東京、銀座をイメージして作られた曲が収録されています。個人的には、In My Prime Vol. 2収録のタイムイルテルのアンサンブルが心地よくて好きやし、このようにおすすめを出だしたらキリがありませんね。どのアルバムもドラムがバンドを引っ張るってこういうことかと体で理解させてくれる作品ばかりなので、ぜひこの動画の後に1枚だけでも聞いてみてください。こちらも概要欄にリンクを貼っておきます。以上、ハードバットの鼓動を刻み続け、若い才能を育てたドラマー、アート・ブレイキーの物語でした。彼が残した数えきれない録音と、ジャズメッセンジャーズを卒業していったミュージシャンたちの活躍によって、アート・ブレイキーの魂は、今も世界中のステージで響き続けています。この動画を通じて、ドラムってこんなに面白いんだ、ジャズメッセンジャーズをちゃんと聴いてみようかな、と少しでも思ってもらえたら嬉しいです。もし、この人について詳しく知りたいなど、リクエストがあれば、コメント欄にご記入ください。この動画が良かったなと思う方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。
最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。